今回は作成中のジオラマにバラストをまいたり、駅前に設置した旅館に掛け湯温泉らしい加工をしていこうと思います。我が家の地方鉄道樽電の古いジオラマが現在増備中の企画に生まれ変わる動画です。どうか最後までお付き合いください。はい、電吉クラブです。いつもご視聴いただきありがとうございます。それでは今回はバラストをまいている様子からスタートいたします。まずバラストはいろいろな色や粒度のものが各社から発売されていますので、僕は100円ショップで買ってきたこのような容器に分類して保管しています。僕はモーリンのリアルサンドというバラストを使っています。いろんな色をブレンドして自然な色合いを作っています。で、今日巻くのはここからここまでの区間になります。この辺のところはまだ池を作ったり木を植えたりしますので、それらを設置してからでないと巻けません。ここの区間は停止位置表示板もすでに取り付けてあるので巻いていきたいと思います。バラストを巻く作業には僕はこのようなプラ製のスプーンを使っています。バラストを巻いてはスプーンの柄や指や絵の具の筆などを使って平らにならします。結局指を使っていますね。なんだかんだ言っても指が入る場所なら指が一番やりやすいんです。後で指が届かない細かいところは筆を使って修正しますので作業はどんどん進めます。バラスト巻き大好きですね。何かフロア式のレイアウトがジオラマに変わる瞬間のような気がしてなりません。モーリンのリアルサンド、いろんな色を調色してあるんですが、それでも別のトーンの違うカラーを混ぜたりしています。リアルサンドは粒子が細かいので、僕のような田舎の地方鉄道を表現するのにはうってつけなんです。バラストを巻き終わったら細かい部分を筆で修正していきます。踏切の踏み板の下にもしっかり流し込むんです。筆で鳴らすと今度は表面がデコボコになりがちなので、それを指で鳴らします。最終的な平滑な仕上がりはやっぱり指です。ここではファイントラック同士の間にバラストを巻いていますが、僕の場合枕木ギリギリのところまで巻くんです。できれば枕木がバラストに沈んで平滑になっているような表現ができると田舎の駅としては満足できるんです。注意すべきはポイント周辺ですね。ポイント周辺でも枕木を沈めようなどとやりすぎるとポイント内部にバラストが入り込んで失敗のもとなので要注意です。続いてレールとレールの間、つまりファイントラック上にもバラストを巻きます。田舎の表現には欠かせない作業です。田舎の線路って枕木が結構埋もれているんですよね。それをモーリンのリアルサンドなら粒度が細かいので表現できます。かといって巻きすぎると車両のフランジ部分とバラストが干渉することになるので巻きすぎは禁物です。またいろいろなリスクを考えるとポイント部分には巻かない方が賢明だと思っています。だいたい巻き終わりましたが、あとは目視でバラストの痩せた部分に若干のバラストを追加しています。こうしたバラストの微調整をすることで満足のいく情景ができるんですね。こんな感じの作業が続きます。次はプラットフォームとレールの間にもバラストを巻いていきます。枕木とバラストがつらい位置になる程度がベストなんです。この部分にはバラストは巻かないという選択肢もありますが、やはり古びたローカル線が主役の鉄道では必須ですね。こちらはレールの外側なので車輪のフランジが接触することはありません。よって気軽に巻いていけばいいんです。それと少し雑草が出ている表現には真ん中にあるグリーン系のパウダーを上から振りかけていると思いますが、これはトミックスから発売されているグリーン系のカラーパウダーという商品を複数色ブレンドしたものです。田舎の地方鉄道では多めに、
国鉄などの幹線表現では少なめに使用しています。僕の地元の小田急線なども郊外になると列車運行頻度はかなり高くてもそこそこの草は生えているものです。うちのジオラマは何度も強調しますが、田舎の地方鉄道なので線路に雑草の表現は欠かせません。いよいよ木工ボンド水溶液でバラストを固めようと思います。100均で買ったこんな容器にボンド水溶液を作ってあります。我が家では木工ボンド3、水 6.5、台所洗剤 0.5 という比率で作ってあります。台所洗剤の界面活性効果が足りないのでしょうか。滴下してから十数秒間は玉状になって浸透してくれません。界面活性剤の比率について、こうするとうまくいくよみたいな黄金比率をご存知の方がおられたら教えてください。一度ボンド水溶液が浸透してしまえばその後は玉にならずにどんどんいけるのですが、ということは一度霧吹きで水をさっとバラストに吹いてからにしたらどうでしょうね。次回トライしてみましょう。ご覧のように僕はボンド水溶液がビタビタになるくらい流すんです。このくらい流さないとなかなか固まらなくてついついたっぷり流してしまいます。そのためにポイントの隙間から内部に染み込んだり、レールのつなぎ目に染み込んでは通電不良を起こしたりと悩ましい問題を経験してきています。上下線の線路の間に流し終えたら今度はレールとレールの間にもボンド水溶液を流します。地方ローカル線の雰囲気を出すために枕木をバラストとつらい地に沈めるための工作ですが、初心者の皆様にはお勧めいたしません。レールつなぎ目が通電不良を起こしたらハンダを流して対応できないと後で頭を抱えることになってしまう可能性が高いんです。お気をつけください。今回はポイントもあるので全てファイントラックでつないでいますが、ポイントのないジオラマではジオラマ両端に S70 レールを固定してフレキシブルレールで結ぶなどレールつなぎ目を最小限にする工夫もしています。レール間のボンド水溶液、最後は指先で枕木間にまんべんなく行き渡るようにしています。ボンド水溶液をまんべんなく行き渡らせたら次は雑草の表現です。先ほども触れましたが、線路際には結構雑草が生えていますのでブレンドしたグリーンパウダーで表現します。ましてやローカル線では線路周辺だけじゃなくてレールとレールの間にもたくさん雑草が生えていたりします。ボンド水溶液は乾きが非常に遅いので白いボンド液がビチャビチャしているうちにグリーンパウダーをまくんです。そしてこの構内踏切ですが保線橋ができてからは使っていないので少し荒れた表現に雑草をまきます。この踏切部分は通路などもプラ板の規律に加工が多くてデコボコなので雑草でそれを隠してしまいましょう。ちょっと豪快にボンド水溶水をまいているように見えますが、このパウダーが結構水分を吸収してしまいます。ほらほら、こんな感じです。そしてまだまだローカル線をそれっぽくするアイテムがあるんです。これはグリーン系のフォーリッジと言いまして、先ほどのパウダーよりは明らかに粗くて粒が大きいもので少し草丈がある雑草の表現に使います。ローカル線を表現する場合、グリーンのパウダーだけでは今一つ物足りなくてもフォーリッジを巻くとグッときます。フォーリッジは巻くというよりボンド水溶水がビチャビチャしている部分に1個ずつピンセットで置いていく感覚です。手間はかかりますが出来上がりがぐっとリアルになるので僕はずっと愛用しています。今度はピンセットを取り出して何やらバラストを巻いたところをいじっていますが、これは先ほど巻いたフォーリッジを線路側に寄っているものをホーム側に寄せているところです。細かい作業ですが
フォーリッジが線路側で固まると車輪と接触して思わぬ走行不良を起こすことがあります。そうならないようにホーム側ではホーム寄りに、中央側も線路脇から距離を保つようにいじっているんです。また線路のフランジが通るレール間では車輪への接触が走行に悪影響を与えますので、フォーリッジを一つずつ線路の中央部分に移動していきます。こうやってピンセットで左右のものを中央へと集めるように作業します。フォーリッジ一つ一つの位置を自分の目で目視確認しながら丁寧な作業が必要なんです。ジオラマをぐるりと回転させると、今までレールの影で見えなかったフォーリッジが見えてきますので、今度はこちら側から作業を行います。ほら、結構ピンセットが動いていますね。気になるのがあるんです。線路の上にパウダーが付着しているものは後からガリガリスクレーパーでこすれば取れるのですが、線路の横っ面に付着しているものは後からなかなかこすりにくいので、固着する前に入念に確認します。初心者の方はレール間にバラストを巻かない方がいいとおすすめした理由がこの辺りにあるんです。バラストやフォーリッジの修正を行ったら、最後に指の腹でレール上面をこすっておきます。ボンド水溶水は凝固スピードがとても遅いので、この段階では固着していないので指の腹で除去できるんです。はい、それでは一昼夜固まるのを待つことにしましょう。はい、一昼夜待って固まったところです。固まって初めてバラスト部分の色合いを確認できます。手前側の線路が昨日バラストを巻いて草むした表現をした部分です。20年ほど前に作ったこちら側と比べてもだいたい同様にできましたね。上り線下り線間にバラストを巻くことで全体的に平らに見せることができて、それがローカル線らしさを引き立ててくれます。跨線橋ができたことで使わなくなった踏切もこんな感じの出来栄えです。ちょっとやりすぎたかな。ジオラマにぐっと接近してみました。右側が今回右折した線路ですが、いかがでしょう。バラストを巻く前に上下線の真ん中に列車停止目標を設置しました。こんなのよくありますよね。カメラを引いてみましょう。こんな感じの出来栄えになりました。あとは最後にホーム屋根をつけて完成です。続いて旅館のドレスアップをしたいと思います。こちらの旅館とこちらの旅館ですね。こちらの旅館は今屋根を塗り替えて乾燥中になります。旅館の屋号を家計4線らしくつけてみたいと思います。旅館の屋号を決めてパソコンで適当にデザインして印刷してきました。僕は写真用の用紙に印刷しています。これを貼り付けるとぐっと旅館らしくなるんですよ。ではどんどん作業を進めますね。まずは和風作りの旅館から着手します。旅館名は元湯朝日旅館にしました。この手の旅館の前にはよく縦看板がありますので、それを作ってみようと思います。まずは縦看板用の縦書きの旅館名元湯朝日旅館を切り抜いて、裏に両面テープを貼り付けます。縦看板は 0.5 ミリ厚のプラ板の周囲を1ミリ角のプラ棒で囲んで作ろうと思います。サイズの切り出しは現物合わせで行っています。まずシールの横幅を確認してカッターを何度か滑らせながらカットしています。そうしたら次は縦棒1ミリ角プラ棒の加工です。こちらも現物合わせでカットします。両側に2本必要ですね。縦棒は縦看板より5ミリぐらい長めにしています。縦看板が地上から少し上がったところからつくようにとの配慮です。縦看板だんだんできてきました。これを立てるためのベースは
1.2mm のプラ板に貼ることにします。1.2mm のプラ板をカットします。厚手のプラ板は何回かカッターでなぞってからやっとこで折り曲げて切断します。そうしたら縦看板をベースに貼り付けますが、接着剤はプラ用セメントを使います。プラ板にはほんとよくつきます。塗装していないプラ板同士の接着には 4,5 秒押さえれば問題なくついてしまいます。ほら、こんな感じです。はい、縦看板を塗装してきました。色はナトーブラウンが余っていたのでそれにしました。ナトーブラウンが乾いたので今度はコンクリートのベース部分を軍艦色丸1で着色しています。それでは縦看板に文字を貼り付けたいと思います。印刷して裏に両面テープを貼ってあります。こんな感じです。縦看板は道路に対して直角の向きに立てるので文字は両面に貼り付けます。いい感じにできたようです。そしたらベースにゴム系接着剤を塗って旅館の前に設置します。こんな感じです。今度は朝日旅館の玄関ののれんを作ります。のれんは印刷した紙から切り出して1ミリの角棒に貼って作ります。ピンセットでのれんにねじりを加えると煽られた感じが表現できます。そうしたらのれんの竿に黒を塗って仕上げます。玄関にのれんがつくと和風旅館の印象が高まるんです。はい、いよいよ取り付けますが、先の鋭いピンセットで挟んで慎重に取り付けます。ちょっと取り付けにくかったですね。でもこんな感じになりました。続いて玄関脇に日帰り温泉の桃太郎旗を取り付けます。だんだん旅館らしくなってきましたね。最後に旅館前の植え込みを表現します。木工ボンドを盛り上げてそこにフォーリッジを置いて固めます。乾くのに一昼夜かかりますが、こうした植え込みを作るときは何といっても木工用ボンドが便利です。次はこちらの旅館ですが、屋根上の旅館名のベースになる部分を茶色から白に塗り替えてきました。こちらは筧温泉鹿倉荘という旅館にしようと思います。まずは屋根上から旅館名を取り付けましょう。屋根上に筧温泉鹿倉荘の横看板を取り付けます。全方向から見えるように4枚取り付けます。こういう旅館も結構ありますよね。今3箇所目を取り付け中です。最後の4箇所目には扉があるので看板も3分割したものを取り付けます。ほらほら、こんな感じです。屋根上の看板が全方向ついたところで屋根を建物に固定します。固定はプラ用セメントで行います。プラ用セメントをたっぷり塗って屋根部分に固定します。なかなかいい感じですよね。次は1階の大きく張り出した屋根上に旅館名を書いた大きめの横看板を取り付けます。看板を貼る台座は 0.5 ミリのプラ板周囲に1ミリのプラ棒で自作したものでライトグレーに塗ってあります。看板が出来上がったら合成ゴム系接着剤を塗って屋根に取り付けます。じゃあ取り付けますね。4箇所の足全部に接着剤を塗っているところは5倍速でご覧いただきました。筧温泉鹿倉荘看板が取り付けられて、これで2棟の温泉旅館のディティールアップ完成です。電吉クラブの動画をご覧いただきありがとうございました。右手に我が家の地方鉄道妄想から生まれた樽の屋電鉄の路線図を表示しています。樽電では始発駅善光寺駅や市役所前駅、電鉄樽の屋駅などのジオラマや駅間ジオラマを作って妄想の世界を模型で実現するプロジェクトを進行中です。今回は終点に近い特急停車駅筧温泉駅を作る動画の第4弾をお送りしました。
筧温泉駅もあと少しで完成できます。どうぞ次回の工作も引き続きお楽しみください。次回は若干カーブしたところにある踏切の製作、新しいアイデアを活用した池と公園の製作、駅前商店街にアーケードの製作などの工作を進めていく予定です。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。画面中央の157系の鉄分マークをタップすることで鉄分補給できます。それから動画の評価やコメントなども期待しています。ベルマークオンもおすすめします。またお目にかかりましょう。